皆さん、こんにちは。マリアです。今日も日本語をちょっと聞いてみませんか？突然ですが、皆さんは日本語を勉強していて、私、何のために日本語を勉強しているんだろうと思ったことがありますか？前は日本語を勉強するのが楽しかった。新しい単語を覚えるだけで嬉しかった。アニメで知っている言葉が聞こえるとワクワクした。日本語を話せる未来を想像すると頑張ろうと思えた。でも最近はどうでしょうか？教科書を開きたくない。単語を覚えてもすぐに忘れる。何年も勉強しているのにまだ話せない。他の人の方がどんどん上手になっている。そしてふともう日本語を勉強する意味がわからないと思ってしまう。もし今そんな気持ちがあるなら、今日のエピソードはあなたのためです。日本語をやめたくなることは悪いことではありません。疲れることもあります。休みたくなることもあります。最初に持っていた目標が変わることもあります。今日はどうして日本語を勉強する意味がわからなくなるのか、モチベーションがなくなったとき、どうすればいいのか、休むことは本当に悪いことなのかについてゆっくり話していきたいと思います。最後まで聞いたら、もう一度日本語との付き合い方を考えられるかもしれません。皆さんはどうして日本語を勉強し始めましたか？アニメが好きだったから、日本の音楽が好きだったから、日本へ旅行したかったから、日本人の友達や家族と話したかったから、日本の文化に興味があったから、日本で働きたかったから、人によって理由は違いますよね。最初はその理由がとても大きく感じます。日本語を話せるようになりたい。字幕なしでアニメを見たい。日本へ行って日本語で話したい。そんな強い気持ちがあります。でも、毎日単語や漢字、文法を勉強していると、最初の気持ちを少しずつ忘れてしまうことがあります。勉強すること自体が目的になってしまうからです。今日は単語を20個覚えなければならない。この文法を全部理解しなければならない。毎日1時間勉強しなければならない。そう考えているうちに日本語が好きだった気持ちよりも勉強しなければならないという気持ちの方が強くなってしまいます。最初は日本語を知ることが楽しかった。いつの間にかできない自分を責める時間になってしまう。それでは苦しくなるのも当然です。日本語をペラペラ話せるようになりたいという目標を持っている人も多いと思います。もちろんとても素敵な目標です。でもペラペラという目標は少し遠く感じることもあります。いつになったらペラペラなのか自分ではわかりにくいからです。1年前より話せるようになっていても、まだペラペラではない
と思ってしまいます。知っている漢字が増えても、まだ読めない漢字がたくさんあると思ってしまいます。日本語が少し聞き取れるようになっても、ドラマは全然わからないと感じてしまいます。できるようになったことではなく、まだできないことばかりを見てしまうんです。でも少し考えてみてください。前はひらがなも読めなかった。前はこんにちはしか言えなかった。前は日本語が全部一つの音に聞こえていた。それでも今は少し読める、少し聞こえる、少し話せる。それはとても大きな進歩です。そんな時は大きな目標を少し小さくしてみるのがおすすめです。例えば、今月は自己紹介を自然に言えるようになる。旅行で使う表現を10個覚える。1週間に1回日本語で日記を書く。好きな歌の一部分を理解する。短い動画を字幕なしで1回見る。このような小さな目標なら少しずつ達成できます。そして私は前に進んでいると感じやすくなります。日本語を勉強し始めた時の理由と今の理由が違っていても大丈夫です。最初はアニメが好きで勉強を始めたかもしれません。でも今は日本の友達と話すことが楽しいかもしれません。最初は日本で働きたかったかもしれません。でも今は日本語の音が好きで勉強しているかもしれません。反対に前はとても好きだった日本の作品に今はあまり興味がないこともあります。人の興味や生活は変わります。ですから勉強する理由も変わっていいんです。最初の理由がなくなったから今までの勉強は無駄だったと思わないでください。日本語を勉強した時間の中で新しい文化や考え方を知ったかもしれません。新しい友達ができたかもしれません。自分の母語について前より考えるようになったかもしれません。難しいことを続ける力がついたかもしれません。話せるようになることだけが日本語の勉強をする意味ではありません。昔の自分が持っていた理由ではなく、今の自分が感じる理由を大切にしてもいいんです。SNS を見ると日本語がとても上手な人がたくさんいます。3ヶ月で日本語を話せるようになりました。1年で JLPT N1 に合格しました。字幕なしでアニメを見ています。そのような原稿を見ると、私は何年も勉強しているのにまだ話せない。私の勉強方法は間違っているのかなと思ってしまうことがあります。でも、勉強に使える時間や環境は人によって違います。毎日3時間勉強できる人もいます。仕事や学校が忙しくて週に1回しか勉強できない人もいます。日本に住んでいる人もいれば、
日本語を使う機会がほとんどいない人もいます。スタートした場所も生活も目標も違います。だから他の人と同じスピードで進む必要はありません。SNS ではその人の一番いい瞬間だけが見えることが多いです。その人がどれくらい失敗したのか、どれくらい休んだのか、どれくらい不安だったのか、そこまでは見えないこともあります。比べるなら他の人ではなく少し前の自分と比べてみてください。前は読めなかったひらがなが読める。前は言えなかった自己紹介ができる。前は聞こえなかった単語が聞こえる。前は怖かった会話に挑戦できる。その小さな変化もすべて進歩です。勉強を続けていると日本語が好きなものではなくやらなければならないことになる場合があります。毎日勉強しなければならない。単語帳を終わらせなければならない。テストに合格しなければならない。一日休んだら遅れてしまう。このように考えると、日本語を見るだけで、疲れてしまいます。好きだったはずなのに楽しくなくなります。そんな時は一度勉強という形をやめてもいいと思います。教科書を開かなくても大丈夫です。好きな日本の音楽を聴く。簡単な動画を見る。好きな漫画を少し読む。日本の料理を作る。知っている日本語を一つだけ使う。これも日本語とのつながりです。日本語はいつも机に座って勉強するものではありません。生活の中で少し触れるだけでもいいんです。日本語を学ぶ方法は一つではありません。疲れているときは覚えるより楽しむを選んでも大丈夫です。日本語ではなく何かを長く続けていると、私も時々私は何のためにこれを頑張っているんだろうと思うことがあります。最初は楽しかったことでも仕事になったり目標が大きくなったりすると楽しい気持ちよりプレッシャーの方が強くなることがあります。もっと頑張らなければならない。休んだら遅れてしまう。他の人より成長しなければならない。そう思うと好きだったことまでが苦しくなります。そして自分では頑張っているのに結果がすぐに見えないとこれを続ける意味があるのかなと思ってしまうこともあります。だから日本語の勉強に疲れている人の気持ちはとても自然なものだと思います。モチベーションがなくなったからといって日本語が嫌いになったとは限りません。ただ少し疲れているだけかもしれません。今まで頑張りすぎたから少し休む時間が必要なだけかもしれません。日本語を勉強したくないときは休んでも大丈夫です。1日休む、1週間休む、1ヶ月休む、必要ならもっと長く休んでもいいと思います。休むことは諦めることではありません。心や体が疲れているときに無理に
勉強を続けても内容が頭に入らないことがあります。そして勉強できない自分はダメだと思うと、もっと日本語が嫌いになってしまうことがあります。日本語は逃げません。今日勉強しなくても日本語は明日もそこにあります。また、勉強したいと思った時に戻ってくれば大丈夫です。一度休んだら全部忘れてしまうと心配する人もいるかもしれません。もちろん少し忘れることはあります。でも一度勉強したことは最初より早く思い出せることが多いです。ゼロからやり直すわけではありません。休む時間も長く続けるために必要な時間です。私たちは時々何かを続けるためには大きな理由が必要だと思ってしまいます。将来日本で働くため、試験に合格するため、仕事で必要だから、もちろんこのような理由も大切です。でも日本語を勉強する理由はもっと小さくてもいいと思います。すべての趣味に大きな結果が必要なわけではありません。音楽を聴くときに、この音楽は将来何の役に立つだろうとはあんまり考えませんよね。好きだから聴きます。楽しいから続けます。日本語も同じでいいと思います。役に立つかどうかだけで価値を決めなくても大丈夫です。日本語を勉強している時間に少し心が楽しくなるなら、それにも意味があります。日本語を勉強する意味がわからなくなったときは、自分にいくつかの質問をしてみてください。一つ目、私は今日本語の何が好き？日本語の音？漢字？アニメ？文化？二つ目、日本語で何ができたら嬉しい？旅行で注文したい？友達と話したい？歌の意味を知りたい？三つ目、どんな勉強なら少し楽しめそう？教科書？ポッドキャスト？会話？短い動画？そして四つ目、今本当に勉強したい？それとも休みたい？自分の気持ちに正直になってみてください。そして五つ目、昔の目標ではなく、今の私の目標は何？答えがすぐに見つからなくても大丈夫です。今はわからないという答えでもいいんです。意味は無理に見つけるものではないかもしれません。休んだり、好きなものに触れたりする中で、やっぱり日本語が好きかもしれないと思う日が来ることもあります。日本語を続けるかやめるか、それは自分で決めていいことです。必ず続けなければならないわけではありません。勉強をやめたとしても、今まで勉強した時間が無駄になるわけではありません。一度やめて、また始める人もいます。何年も勉強していなかったのに、ある日、もう一度日本語を学びたいと思う人もいます。それでも大丈夫です。今まで歩いた道は消えません。では、最後に皆さんへの質問です。皆さんは日本語を勉強する意味がわからなくなったことがありますか？そんな時、どうしましたか？ぜひコメントで教えてください。では、今日はここまでです。最後まで聞いてくれてありがとうございます。では、次のエピソードでお会いしましょう。またねー。